皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。ロシア領への本格的な攻撃を行ったウクライナ軍、現在のところクルスク州から追い出されるような事態にはなっておらず、対応するロシア軍は現在の状況を少しでも安定化させようと四苦八苦しているところです。事態に対応するためのプーチン大統領の関係者を集めた会議においても苛立っている様子が見られ、彼の思惑通りにこの戦争が進んでいないことを示しています。今回の動画ではクルスク州をめぐる両軍の動きについて情報を更新していきましょう。それでは地図を元にして解説をしていきます。こちらの地図は戦争研究所の発表しているものです。赤く塗られている部分がロシア軍が占領しているウクライナ領。この地図にここ最近の動きを書き込んでいます。まずクルスク州の戦いにおいてロシア軍は戦力が足りていません。そのため、ウクライナ軍は前進をしています。このような状況を打開するために、ロシア軍は東部戦線、南部戦線からの部隊移動を決めました。特に南部戦線は現在のところ安定していますから、南部から多くの部隊を移動させ始めたようです。ただし、クルスク州から見れば、南部のヘルソン州などは結構遠いですから、援軍が到着して、ロシア軍が本格的な反撃に出るには少し時間がかかることでしょう。一方においてウクライナ軍は前線に対するロシア軍の空爆を抑えるためにも各地の空軍基地に対する攻撃を行っています。その一つがタバスレイカ飛行場。こちらについては映像が入ってきているのでご紹介します。タバスレイカ飛行場にはロシア軍のミグ31戦闘機が配備されています。ミグ31は大型のミサイルを搭載し、ウクライナ本国に対する遠方からのミサイル攻撃を行っています。飛行場に襲来したウクライナ軍のドローンに対する銃撃を浴びせているのですが、その1機が飛行場に着弾しました。ただ、戦闘機を捉えたかどうかについてはわかりません。その他、ロシア軍の飛行場、ボロネジ、クルスク、ボリソグレブスクといった飛行場にも攻撃を行ったそうです。住民が撮影した飛行場で火災が起きているのではないかといった映像も入っているのですが、戦闘機を破壊できたかどうかは、これは夜が明けて衛星写真が入らない限り確認することはできません。何にしてもウクライナ軍の狙いは明確で、ロシア軍の航空戦力を少しでも減らそうとしています。続いてクルスク戦域の詳細図。現在のところウクライナ軍は義足前進といったところです。1日で何十キロも前進するといった当初の勢いはもうなくなってはいますが、ロシア軍と睨み合った状態で前進できているのは事実のようです。ロシア軍は迎え撃つ形をとっていて、ウクライナ軍をクルスク州から撃退しようといった感じではありません。前回の動画でも触れましたが、ロシア空軍はすでにクルスク州に対する空爆を実施しています。これに伴ってロシア人の住む家屋やビルなどについても損害が出ているのですが、あまり気にしている様子はありません。ただしウクライナ軍はロシア軍の戦闘機1機撃墜したと発表していますから、クルスク州の空域をカバーする対空兵器は持ち込んでいることでしょう。一方においてウクライナ軍もクルスク州で戦闘機による爆撃を実施しています。ウクライナ軍が爆撃に使用したのは JDAM-ER という GPS 誘導の滑空誘導爆弾です。これはアメリカから供与されたもので、ロシア軍の使う滑空爆弾よりもよりピンポイントに狙ったところを爆撃することができます。ウクライナ軍が前進できている理由としては、こうした供与兵器の活用も貢献しています。そしてロシア軍が抵抗を続けていたスジャについては制圧が終わったかもしれません。現地からのレポートだとされる映像が入ってきています。建物に掲げられていたロシア国旗を外しているのはウクライナ軍兵士です。すでにロシア軍はもう撤退したのかもしれません。このスジャの町を押さえておく理由というのは、クルスク州の州都クルスクへと向かう道すがらといったこともありますし、このスジャにあるガスプロムというガス会社が管理しているガスを送り出すための管理施設があることも重要です。ロシアにとって天然ガスは一つの輸出商品ですから、その輸送手段を一つ奪ってしまうというのは彼らにとって経済的な打撃になります。また、ウクライナ軍が前進を果たしているのではないかといった話につながるのが、ちょっとした集落にある役場を占領した話や、ロシア軍部隊の司令所を抑えたとされる映像公開なのです。これはロシア軍60機械化歩兵旅団第28大隊司令所を占領したとするウクライナ軍の映像です。もちろん真偽については分かりませんが、
少なくともこのような映像公開が続く時期というのは、ウクライナ軍が前進しているというのがこれまでのパターンでした。ただ、こうしたクルスク戦役での戦いが続く一方において、東部戦線でもロシア軍の攻撃は現在もなお継続中です。こちらの映像は、ウクライナ軍陣地に向かってくるロシア軍の一帯を迎撃する様子。ウクライナ軍のドローンが状況をよく観察し、地上部隊に対してどこを攻撃すべきかといった話を伝えています。こうした連携をもとにした迎撃のための砲撃や、もしくは対戦車ミサイルなどを使用した攻撃によって、ロシア軍のまとまった攻撃にも対応することができています。ただし、こうした映像に残らないようなところでの戦いも続いていて、じわりとロシア軍の前進がまだ続いています。東部戦線における戦いでは、ロシア軍の人海戦術をもとにした連続攻撃によって、ウクライナ軍は消耗を強いられているのです。クルスク戦役での戦いは今のところウクライナ軍が優勢で、それに伴って多くの捕虜を捕らえたと言われています。ただし、この数についてはかなりばらつきがあります。インターネット上ではもはや何千人単位で捕虜を捕らえたという話をする人もいれば、ウクライナの地元報道においては数百人単位での捕虜を獲得したという話が出ていました。少なくとも何十人単位ではないでしょう。このような形で戦力を失っているロシア軍なわけですが、兵士がもっと必要だとして、これからどのような形で兵員不足を補うかというのが議論になっているようです。これまでの流れで言えば、兵士たちを集めるためにもっともっと高い給料や一時金を提示し、お金に困っている人を中心としてどんどんとかき集めようという動きがまずは強まるでしょう。それに加えて、何もロシア人でなくても良いからという形での兵士集めについても模索されています。例えば移民政策の推進です。ロシアよりももっと経済的に苦しい国というのは世界を探せばたくさんあります。それらの国々に対してロシアの方がもっと良い生活ができますよといういわば幻想を植え付けて、その上でロシアにやってきたら、まずは国籍を得たんであれば兵役をクリアすることが重要だとしてもう軍に連れ去っていくというような方式です。現在でもこのような兵士の集め方は全体から言えば1割程度は移民の人が兵士として軍に入隊しているそうです。入隊させられているといった表現の方が良いかもしれません。そして本格的に兵士を集めようと思えば、もはや対テロ戦争といったまやかしではなく、はっきりと戦争だとして緊急的な徴兵に乗り出すといったことも可能性としては出てきています。ただ、こうした動き実施するとすれば、諸刃の刃だと言えます。何しろ、すでに囚人兵であるとかお金に困っている人などは、とっくに集めきったような状態ですから、その上で兵士をかき集めようとすれば、当然のように経済そのものを破壊するレベルで人を集めなければなりません。そうなれば、もはや国民全員にとって戦争といったものを意識せざるを得ず、なんでこんな事態になったんだと、プーチン大統領の指導力に不平不満を言う人たちが声を上げ始めるかもしれません。現在のロシア国民は自分とは関係のないところで戦争が行われていて、それでいて国土が広がるみたいな考えを持っているからこそ、プーチン大統領の行うことにさして関心を持たないで、うっすらと戦争支持すらしてしまうのです。しかし、いざ自分が戦場に行けと言われれば、喜んでいくというのはちょっと少数派でしょう。ウクライナ軍のクルスク州への進撃というのは、まだまだこれから先ロシア国内における政治的な混乱などを招きそうです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。また情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はぜひともスーパーチャット投げ銭のご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。